皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。直行線点法は1930年代に提案され、1967年にビラド線らにより境界値問題へ適用された高精度数値計算法です。これからシリーズで本法について説明を行います。今回は計算手順について概説します。直行線点法とは、ヤコビ、ルジャンドルなどの直行多項式で、かつ境界条件を満足する級数式を指向関数として選び、これを微分方程式へ適用した際の残差が直行多項式の0点の値、すなわち1000点において0となるように指向関数中の係数を決定し、微分方程式の解を得る方法です。例として多項性単体の最高内を拡散する基質が単体内部に均一に分布する構想により触媒作用を受ける際の二点境界値問題を使います。これを1式で表します。境界条件を2式3式で与えます。式中の変数及びパラメータの意味については前の動画を視聴してください。乗式の解は0から1の範囲にあり、かつ y 軸に関して左右対称となります。これにより解は x2 乗のべき乗からなる4式の形を持つ多項式により表されます。今、4式を含み、かつ境界条件2式、3式を満足する5式を指向関数として選びます。ここで n は内部線点の数、すなわち x 座標の0から1の間にある0点の数を表します。4式中の乗数 Cj は次の直行条件を満足するように決定されます。ここで約束により多項式の最初の係数である C0 の0を1と置き、残りの未知数 C0 の1を求めるため、7式、8式を6式へ適用します。これは9式を与えます。これにより C1 の1はマイナス5となります。よって8式は10式となります。同様の操作を m の値を大きくして繰り返すと、各 g の値を含む形で11式が得られます。これはヤコビの直行多項式と呼ばれています。特に g イコール2の時はルジャンドルの多項式と言います。次に5式中の係数 ai の求め方を説明しましょう。例として n イコール2とし、かつ3式に含まれる微余数 bi の値が無限大であるときを考えます。この場合、境界条件は次の通りです。この時、5式は実式となります。本式を2回微分し、これと y、すなわち12式を1式へ適用します。
これにより残差 Rx に対する式を得ることができます。今、1式の反応項が一次反応、すなわち13式で与えられるとすると、残差の式は次のようになります。ここでは n イコール2と置いているため、直行多項式の2番目の式 φ2 の x2 乗を0と置き、その根、すなわち内部線点を求めると次の値を得ます。14式の残差をこれらの線点で0に等しいと置くと、15式、16式を得ます。これらは A1、A2 を未知数とする連立方程式であり、これらを解くと A1、A2 は次の値になります。これにより残差 Rx に対する式を得ることができます。よって15、16式を12式へ代入すると、1から3式で与えた微分方程式に対する n イコール2における近似解として17式を得ます。解析解は18式で与えられます。右の表において近似解と解析解を比較しています。これより n イコール2という定時の近似であるにもかかわらず、両値は驚くほど一致することがわかります。以上の計算手順を一般化すると次のようになります。1、希望する計算精度に応じて内部線点数 n を与える。2、5式を微分し、得られた式を微分方程式へ適用して残差 Rx の式を導く。3、φn x2 乗イコール0と置いて内部線点 x1、x2、xn などを求め、これらを残差の式へ適用し、未知数 a1、a2、an から構成される n 個の連立方程式を導く。4、この方程式を解き、a1、a2、an などの値を求め、これらの値を5式へ適用して近似解を得る。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。